明智が語るソニックキャラクター解説ナックルズ編。よいしょー。はい、どうも明智ピロシキです。サマランボです。お願いしますね。はい、今回のテーマは、はい。ソニックキャラクター解説はい。ナックルズ編ということで。来たね、ナックルズ。これは明智一押しキャラでしょ。そうなんですよね。ね明智がソニックキャラで最も愛すると言っても過言ではないナッコーズですよ。来たね、ナッコーが。はい。まあちょっとね、ナックルズこういうキャラクターなんですけれども、うん。かっこいいね。ビジュアルがってことね、まずは。うん確かに。まあナックルズどういうキャラクターなのかっていうのをね、まず簡単におさらいしておきますと、はい、お願いします。本名ナックルズ・ザ・エキドゥナ、エキドゥナ。赤いハリモグラですね。まあ見た目でワイルド、うんパワフルな、まあ、トレジャーハンターとうんうん。いうことで、真面目な性格をしているのでちょっと騙されやすい一面もあるというキャラクターですね。うんうん。でまあソニックとの関係ですけども、まあ、初代のライバルみたいなキャラクターですね。うん。でまあちょっと最近は喧嘩友達みたいな、うんまあ、ちょっとこう仲良しにもなってきてるみたいな、まあ、そういうキャラクター。仲いいイメージもありますよね、最近は。まあ、ソニック、テイルス、ナックルズっていう、うんうんうんまあ、この3人組がソニックの仲間たちとして、まあ、多分一番、まあ、インプットされてんじゃないかなとうんうん思うんですけども、まあ、最初はライバルなんですよね。なんだうんね。まあ、ハリネズミのソニックに対してハリモグラっていうね、うんうんうんまあ、ちょっと安直な感じですけれども、うんうんまあソニックとちょっと敵対するみたいなうん感じで出てきて、うんまあでもそれは実はナックルズがエッグマンに騙されて、まあ、ソニックと戦うことをこう仕組まれてたみたいなね、はあ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 。まあ騙されちゃいましたよみたいな、うんまあ、感じで始まっていて、うん、騙されやすい性格。まあそうなんですよ。まあナックルズ真面目だからソニックがナックルズの住んでた島をこう脅かしてるよみたいなことを吹き込まれて、うんうんまあ、それを信じ込んで島を守るためにソニックを邪魔してたっていうね、まあ、そういう悪気はなかったんだよっていうまあキャラクターなんですけど、うんうんうん。まあ、だんだんとねソニックとこう一緒にエッグマンと戦っていく中で、まあうん心を通わせて、うん時には協力して、うんうん。最近は結構つるむことも多くなったみたいななるほど。キャラクターなんですけれども、はいはいはい。今ねそうなんですよ。結構そのナックルズって今もう仲良しみたいなイメージ、うん。もう仲間だよね完全に。ありますよね。なんか、ミッキー、ドナルド、グーフィー的に、ソニック、デイルス、ナックルズじゃないですか。もうそうなんですよ、うんまあ、ソニックのライバルといえば例えばメタルソニックとか、はいはいはまあ、シャドウとか、うんまあ、その辺ですよね。ライバルっつったらそのイメージあるうね。ん、もうナックルズはもう完全に仲間、うん。カテゴリーなんですけど、うんうんまあねそうじゃないよとおもともとはねしっかりライバルしてましたよっていううん。話もありますし、うん結構最近ナックルズはそのパワフルさっていうところ、ソニックがスピードキャラで、うんまあ、テイルスがちょっとこう頭いいキャラ、うんうん。でナックルズがパワーみたいなイメージがあって、まあ、脳筋キャラみたいなね、あとりあえずパワーで突っ込めみたいな感じでちょっと造形がされているところもあるんですけど、ー。うん。で結構もうネタキャラみたいなね、なんかギャグ担当みたいなあー、ギャグ要員。感じで、なんかニラまんじゅうとかあ、なんか聞いたことあるね、これね。マッスルズとかね、なんかいろいろネタキャラ扱いされてしまっているところもあるんですけど、うんまあ、それはそれでねナックルズ的には美味しいのかもしれないけど、うん。まあちょっとね昔からナックルズファンの人からしたら、うん親っていう感じなんですよ。そうなの？はい、今回ちょっとキャラクター解説したいのは、うんまあ、ナックルズネタキャラ枠だけどめちゃくちゃシリアス設定持ちという、まあ、これですね。なるほど。ここについてがっつり解説していきたいなと。聞かせてちょうだいよ。そうなの思います実は。ナックルズまずトレジャーハンターですみたいなうんうん。感じでしたけど、うんまあ、トレジャーハンターでもあるんですけど、うん普段何してるかっていうと気になる。エンジェルアイランドっていう、うん空に浮かぶ島に住んでます。へー。まあなんかソニックの世界って結構空に浮かぶ島っていうのがいろいろ出てくるんだけど、うんうんまあ、その中の一つというか一番有名なやつがエンジェルアイランドっていう島で、エンジェルアイランド。そうそのエンジェルアイランドっていうのは、マスターエメラルドっていう、うん。めちゃくちゃでっかい宝石うん。の力を使ってうん空中に浮遊しているっていう島なんだけど、ああ、そうなんだ。まあ、そこでナックルズはそのマスターエメラルドを、うんまあ、守る守護者、そういう役目も持ってるキャラクターなんですね。へー。ほうそうほうほう。トレジャーハンター兼ガーディアンなんですよ。あ、そうなんだ。まあそういう設定があります。だからソニックがやってきた時にソニックがそのマスターエメラルドを狙ってるよみたいな、ああ。そういうことをエッグマンに、まあ本当はエッグマンがマスターエメラルドを実は欲しかったんだけど、うんうんうん。まあそういうことを吹き込まれて、うんソニックと争ってしまうみたいななるほど。のが、まあ一番最初のナックルズが初登場したソニック3のお話ですね。ああ、なるほど。マスターエメラルドを守るっていう役割を全うするために、うん。まあ、エッグマンに騙されて、うん。ソニックと敵対する形になっちゃうと。そうなんですよ。へえ。ソニックはただの冒険好きのハリネズミなんですけど、うんうんナックルズは割と
としっかりオフィシャルな役目を持ってるというあーか、その時点でちゃんと設定があるキャラなんだなっていう、まあ確かに。まあ、印象。なんか最近はそういう設定も多分知ってる人も減ってきたんじゃないかな。いや、知らなかった人も多いんじゃないこれは。なんか普通に、まあ、ソニックの世界の一人だよねぐらいのイメージだと思うんですけど、なんかよく出張してくるしねなんかいろんなとこに来るじゃんあれ守護してたんじゃないのっていう確かに。ことなんだけど、うんまあもともとはこういう設定があって、へー。でこの設定が後のソニックアドベンチャー、うん。ドリームキャストで出たゲームですけども、まあ、こちらで掘り下げられまして、ナックルズはうん。古代から続くナックルズ族っていう、まあ、戦闘民族の唯一の生き残りなんですよっていう、まあ、ちょっと過去のお話が描かれるんですね。ほうほうほう。これソニックアドベンチャーのメインストーリーにもすごく関わってくるお話で、そのマスターエメラルドうん。およびカオスエメラルドっていう、うんソニックの世界ではすごく重要な意味を持つ、うんその2つの宝石を巡った、まあ、物語がソニックアドベンチャーで描かれるんですけど、うん。ということは、まあ、ナックルズが結構重要なポジションなんですよ。確かにねマス。ターエメラルドを守ってますから、うんうん。でその守護してたマスターエメラルドを、破壊神カオスっていう神様が突然暴走してマスターエメラルドをぶっ壊して、でカオスエメラルドの力を、まあ、暴走させちゃうっていうほうほうほう。ストーリーの始まりなんですね、ソニックアドベンチャーが。ソニックアドベンチャーが。うんうんでそれでまあ、ナックルズがマスターエメラルドが壊されちゃったから、うんマスターエメラルドを修復するために世界各地を巡っていくっていう、まあおーかけらをこう集めに行くみたいなお話になっているんだけど、うん。まあ、そこの話の中で古代ナックルズ族っていうのは、うんカオスエメラルドの力を使って、うん。まあ、その侵略行為を繰り返してたこうちょっとダークな面も持った、部族だったんですよっていう、ナックルズ族が。そうなんですよ、おーまあ、だからカオスエメラルドっていうのはすごい力を持っているけれども、悪いことにも使えるっていう、なるほど。まあ、その悪い力を抑え込むためにマスターエメラルドってものがあって、はいはいはい。でそのマスターエメラルドの力を使うことができるのはナックルズ族だけなんですね。だからナックルズはその力を唯一持ってるキャラクターっていう、めちゃめちゃじゃあキーパーソンっすよね。めちゃくちゃキーパーソンです。カオスエメラルドってこれまでの歴代ゲームでも結構出てきたけど、その力が暴走しちゃった時に唯一対抗できるマスターエメラルドを守ってる人、はい、ナックルズ。そうなんですね。めちゃくちゃ噛み砕いてくれてありがとうございます。なるほどっすね。はい、なのでソニックと比べると結構ソニックの世界に絡んでいる、うんまあ、いろんな要素うん。を、まあ、深く担っているキャラクターなんですね。うん。だからその暗い過去みたいなものもあるし、うんまあ、その民族の唯一の生き残りだから、うん実はナックルズすごく孤独なんですよ。まあ確かにそう、唯一の生き残り。だから本当は自分の仲間がまだ生き残ってるんじゃないかみたいな、うん。淡い期待もありながら、うん。まあ、常にマスターエメラルドのそばを離れないっていうね。で島の動物たちのうん。平和も守りつつ、うん。まあ、そこで自分の使命を全うしているというですね。だから結構ソニックたちと一緒に共闘したりするんだけど、うんソニックは事件を解決したら次の冒険が待ってるとか言って、うんまあ、突然いなくなっちゃうわけですよ。うんうんうん。だけどナックルズは必ずエンジェルアイランドに帰ります。俺仕事あるからってこと俺仕事あるから俺こんなことしてる場合じゃないんだ本当は。なるほどもう一回平和を守ったから、うん。俺は仕事に戻るよすぐ戻る。そう。だからもう冒険好きなソニックと違ってナックルズはもう静かに暮らしたいんです本当は。なるほどね。あんまりこうドタバタは好きじゃないんですよ。うんうんもう本当は島で静かにマスターエメラルドを守りながら、うん。まあフルーツでも食いながら暮らしてたいっていうキャラクターなんですけど、うん周りがドンパチやるから仕方なく、まあソニックと利害関係が一致する時だけ協力するよっていうちょっとこう一匹狼みたいななるほど。キャラクターなんですよね。やれやれみたいな。やれやれみたいな。なるほど。まあその中で騙されちゃったりしてね、うんちょっとこうからかわれたりするんだけど、うん。まあそういうちょっと脳筋キャラとは全然違う印象じゃないですか。印象変わってきたね、確かに。そうなんですよ。自分の担うべき責務があって、でも周りドンパチやってるし、なんか世界征服を目論む卵野郎もいるし、つうことで、その中で自分の力を発揮しながらも最後にはエンジェルアイランドに帰らなきゃっていうやつなんだ。そうなんですそうなんですなんかすごい責任感があるキャラクターっつうか。そうだね。うんちょっとやっぱりソニックと比べてもお兄さんっぽいというか、ちあーょっと年長者っぽい。まあ実際ね、プロフィールでも16歳っていうことで、まあソニックより少し年上なんですけど。そうかそうかそうか。まあね、ナックルズっていうキャラクターは、うんまあ、ソニックのライバルでありながら、うんまあ世界にといってもすごく重要な意味を持ったキうんャラクター、なるほどということなんですへね。ー。まあそんなナックルズにも、まあ、苦手なものが一つありまして、ほうまあ女の子が苦手っていうね。あー、でもなんかこれは苦手そうだね。ちょっと俗っぽいエピソードもちゃんと持ってまして、はいはいまあ、人間臭いというかね、うん。まあソニックのキャラクターで、まあ、女の
子キャラクターってそんなにたくさんいないんだけど、うん。まあ、ナックルズのライバルキャラソニックの他にも、まあ、ルージュっていうねああ。コウモリの女の子が出てくるんですけど、うんうんうんまあ、このルージュっていうのはちょっとこう小悪魔的な、うんまあ、ダークサイドのキャラクターでして、はいはいはい。まあ、ちょっとこうセクシーなね、うん大人のお姉さん、まあ、ナックルズよりもちょっと年上なんですよ。うんうんうん。で、まあ、ナックルズと同じようにトレジャーハンターをやっていて、宝石が大好きで、はいはいはいでナックルズのマスターエメラルドが欲しいっていう、ああ、なるほど。まあ、狙ってんだ。ですね。狙った獲物は逃がさないっていう。おー。で、まあ、ナックルズとこういがみ合いながら、うん宝石の取り合いとかをしていくっていうキャラクターなんですけど、うんうんうんまあ、結構こうね色仕掛けをしてきたりだとか、あーまあ、ちょっと大人っぽいやり取りをしてくるんですよ。なるほど。まあ、そういうのに対してナックルズが反応していくっていうねいうのもねちょっとお茶目さもねしっかり見届けられるということで、ハニートラップにドギマギしながら。好きなところですよねナックそうなんだルズは。いや、魅力的だな、なんか。ナックルズとねこのルージュの関係っていうのもね、まあ、いろんなゲームで描かれているところなので、まあ、ぜひそこもちょっと注目してもらいたいなと思います。はい。はい、ナックルズの解説ということで、うんまあ、結構ストーリーに関わるキャラなんだよっていうのを中心に話していったんですけれども、あ、そうみたいね。最近はねソニックとテイルスが、エッグマンを倒しますみたいな結構シンプルなストーリーが多い傾向なんで、うんまたちょっとナックルズのね活躍を見たいなっていうふうに、まあ、思ってますけれども、なるほどね。まあ、皆さんもね、まあ、ナックルズの活躍を見たいという方はね、うんソニックアドベンチャー、ソニックアドベンチャー2あたりはね、うん今の明智が話したナックルズをちょっと見られるゲームなので、ああ、そうなんだ。はい、ちょっとなかなかね今から遊ぶのは難しいんですけれども、おーまあぜひ機会があればやってほしいなとそうだね。思います。はい。まあ、こんなところですかね。ありがとうございます。ナックルズを紐解くことで、ソニック世界のストーリーがより深掘りできるんじゃないかということですね。はいありがとうございました。じゃあ今回ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございます。次回もよろしく。